信じられない請求書だぜ。42,000ドル、家計が吹き飛ぶ額だ。42,000ドルって老後資金を一撃で削る額じゃん。何かの間違いよね。ゼロが一つ多いんじゃないの。残念だが、数値には構造修繕の特別付加金とあるぜ。自宅を買った後でそんな巨額を請求されるなんて最悪ね。退職後の固定収入なのよ。一発で払えるはずがないわ。管理費も税金も計算してこの家なら暮らせると思ったのに。購入から5年も安心の計算を壊す通知が届いたんだぜ。払えないなら無視するなんて簡単な話じゃないよね。管理組合にここまで高い請求を決める権限があるの。その疑問は当然だが、怒りだけで封筒を閉じるのは危険だぜ。有効な請求なら放置した分だけ状況が悪くなるのね。不払いは住戸へのセンス特権や追加費用につながり得るぜ。抗議のつもりが自分の家まで危うくする可能性があるのね。だが請求額を見て黙って従うだけが答えでもないんだぜ。払うか拒むかを決める前に根拠を確認する必要があるわ。今回は巨額請求の中身と承認手続きを順番に追うぜ。感情より先に書類を見る。それが家を守る第一歩ね。話の始まりは相談者がこの住戸を買った5年前だぜ。通常の管理費を含めて老後の住居費を組んでいたのね。毎月の支出を計算してここなら長く住めると決めたの。ところが計画外の42,000ドルが突然現れたんだぜ。まず知りたいのは何のための42,000ドルかよね。見栄えを良くする買いそうな。今すぐ必要とは思えないわ。だが通知が示した目的は改善ではなく構造修繕だぜ。建物の安全に関わるなら単なる贅沢とも言えないわ。ここで高すぎると叫ぶ前に4種類の資料を探すんだぜ。請求書だけを見ても必要性や計算の正しさはわからないものね。一つ目は建物の状態を記録した構造検査報告書だぜ。どこが傷みどの修繕を急ぐのかを確かめる資料ね。危険箇所と工事項目が結びつくか丁寧に読むんだぜ。請求額への起こりと建物の危険度は分けて考えるのね。検査が修繕を求めるなら先送りにも別の危険があるぜ。安全を無視して安さだけを選ぶのも家を守る答えじゃないわ。でもこういう工事のために積立金を払ってきたはずよ。そこで2つ目、修繕積立金調査を確認するんだぜ。将来の修繕費と現在の積立額の差を見る資料なのね。必要額に対して積立金が足りるか前提も含めて読むぜ。不足しているならいつから差が広がったかも気になるわ。ただし不足だけで誰かの横領だと決めつけるなよ。資金不足の確認と不正の断定は全く別の話だものね。疑うなら推測ではなく記録の数字を積み上げるんだぜ。3つ目は理事会議ごと録と会議の通知記録だぜ。いつ議題に上がり誰がどんな決定をしたかを見るのね。正式に告知された会議で承認されたかを確かめるぜ。必要な投票や手続きが守られたかも大事な論点ね。金額が高いだけで決定が直ちに無効になるとは限らないぜ。逆に必要な手続きを書けば確認すべき問題が残るわ。規約と州法、それに実際の記録を照らし合わせるんだぜ。噂話より承認日と投票結果の方がずっと強いわね。この金額は高すぎる。業者と裏で何かあるんじゃないか。待つんだぜ。疑念を証拠のない犯人探しに変えるな。まず4つ目の資料、業者の入札書や見積書を見るのよ。工事範囲、数量、単価、予備費を見比べるんだぜ。同じ条件の見積もりなのかも確認しないと比べられないわ。安い業者が安全で適切とは限らない点にも注意だぜ。価格だけじゃなく必要な工事を満たすかを見るのね。資料が揃えば42,000ドルの算定経路が見えてくるぜ。口頭で聞くだけでは後から内容も変わりそうで怖いわ。だから公式記録の閲覧を書面で求めるんだぜ。求めた資料と回答を残せば話の食い違いも確認できるわ。フロリダ州法上、所有者には一定条件で閲覧権があるぜ。ただし対象や方法は法令と管理規約を確かめるのね。相談記事も資料請求を口頭で終わらせないよう進めているぜ。怒鳴り込むより必要な記録を具体的に上げる方がいいわ。構造検査、積立金調査、議事録、見積書の4つだぜ。資料を見せてほしいだけなのに疑っていると思われそう。みんな納得しているんだ。今更波風を立てるのか。これは共同体の圧力を示す抽象化した再現場面だぜ。実際の相談者が排斥されたと断定する場面じゃないのね。資料を求める行為は役員を犯罪者扱いすることではないぜ。必要性と手続きについて答えを確認するだけだもの。質問は工事項目、算定方法、承認費ごとに分けるんだぜ。一度に怒りをぶつけるより論点がずっと明確になるわ。次はなぜ巨額請求が突然生まれるのかを解くぜ。悪徳管理組合の一言だけでは見えない構造があるのね。管理費の値上げを避ければ住民は安心しやすいんだぜ。負担が増えないと
運営が順調に見えてしまうのね。だが修繕費そのものが消えてなくなるわけじゃないぜ。積み立てないまま年月がよぎれば、後でまとめてくるわ。屋根、対地から壁、防水、配管は待ってくれないんだぜ。小さな負担を避けた結果、大きな負担が集中するのね。悪人が一人いなくても、請求書は怪物になり得るぜ。先送りの積み重ねだけでも、家計を追い詰めるのね。理事側には、建物の安全を守る責任があるんだぜ。住民側には、毎日の生活費を守りたい事情があるわ。直さなければ危険、直せば払えないものが出る構図だぜ。どちらか一方を悪役にしても、問題は解けないのね。必要な工事でも、負担方法まで一つとは限らないぜ。工事の是非と、支払い方法を分けて話す必要があるわ。積み立て不足の原因も、記録なしでは決めつけられないぜ。意図的な流用があったなんて、根拠なく言えないものね。私だけ質問したら、協調性がない人と思われるかしら。多数派への同調は、必要な質問まで黙らせるんだぜ。みんなが賛成したから正しい、とは限らないわよね。逆に少数派だから正しい、という保証もないんだぜ。結局、人数じゃなく資料と手続きで判断するしかないわ。責任の分散も厄介だ。誰かが見ると思えば誰も見ないぜ。自分の家に関わる記録なら、自分でも確認する必要があるね。同じ疑問を持つ所有者と論点を共有するのも有効だぜ。一人の起こりではなく、複数人で同じ資料を見るのね。それなら個人攻撃を避け、記録の際に集中できるぜ。不安を共有しても、不正の噂は広げないことね。事実確認が犯人探しへ変われば、交渉も崩れるんだぜ。直す必要がある場所まで、感情で否定しかねないもの。正常性への思い込みも、危険の先送りを助けてしまうぜ。今まで平気だったから今後も平気、とは言えないわ。安全と家計を同時に見ることが、この問題の核心だぜ。では結末だが、悪役逮捕や請求消滅では終わらないぜ。現実には、$42,000が残る可能性もあるのね。法律相談の回答は、付加できる可能性が高いとの見解だぜ。必要な構造修繕なら、巨額でも直ちに無効ではないのね。ただし会議の告知、承認、投票は確認対象になるぜ。請求目的が規約と州法に沿うかも、見逃せないわ。適正な手続きなら、支払い義務が残り得るんだぜ。腹が立つことと、法的に払わなくていいことは別なのね。有効な賦課金を抗議目的で放置するのは危険だぜ。中古へのセンス特権につながる可能性があるのよね。さらに管理組合側の法的費用が加わる場合もあるぜ。払えない請求が放置でさらに膨らむなんて厳しいわ。最終的には差し押さえへ進む危険も指摘されているぜ。請求書を見ないふりしたら自宅まで危うくなるのね。これは相談者に起きた確定事実ではなく条件付きの危険だぜ。実際に差し押さえられたと決めつけてはいけないわ。一発は無理でも、分割なら家計を組み直せるかもしれない。管理組合が銀行融資や信用枠を使えるか質問するんだぜ。組合が資金を借り、住民から分割で集める案なのね。複数の住民で返済期間や追加費用を確認するんだぜ。月々の負担と総額を両方見ないと判断できないわ。相談者が実際に払ったかは公開記事では確認できないぜ。減額や返金、訴訟に進んだかもわからないままなのね。今回の末路は正しい書類と払える出口を探す現実戦だぜ。ここからは家を守る巨額請求の確認リストだぜ。感情的な直接対決を避けて行動に落とし込むのね。最初に請求額、工事項目、算定方法を一つの表にするぜ。払い期限と承認日も同時表へ並べておくのよ。数字の出所がわからない欄には確認先を書き足すんだぜ。頭の中だけで比べず、見える形にするのが大切ね。口頭説明で終わらせず、正式な記録閲覧を求めるぜ。請求書、提出文書、回答を日付付きで保存するのね。再発防止の一つ目、請求根拠を必ず書面で確認するぜ。構造検査報告書と修繕積立金調査を揃えるのね。業者見積書も加え、工事と金額のつながりを見るぜ。再発防止の二つ目は、承認記録を複数人で照合することね。議事録、会議通知、投票結果、管理規約を比べるぜ。同じ疑問を持つ所有者と事実だけを共有するのよ。理事会では融資や分割払いの選択肢も質問するんだぜ。必要な工事を認めつつ、払える方法を探すわけね。再発防止の3つ目、抗議目的の不払いを独断で選ばないぜ。正式な異議の方法と分割案を専門家に確かめるのね。手続き違反が疑われるなら、州法に詳しい弁護士へ相談だぜ。払い不能なら、期限が来る前に住宅専門家へ話すのよ。専門家への相談が必ず減額を生むとは限らないぜ。それでも放置より選択肢と起点を整理できるわ。疑うなら噂じゃなく書類、
戦うなら正式手続きだぜ。怒りを家の危機へ変えないために、記録から始めるのね。この事案は匿名相談が元で、組合名や工事資料は未確認だぜ。相談者のその後も不明で、法的判断は個別事情で変わるわ。隣人と家計を守る実力チェックを見逃すな。チャンネル登録だぜ。次の請求書を開く前に、意識だけは備えておきたいわね。